漆喰珪藻土の専門店ロハソールの辻です。今ですね、リフォームの現場で撮影しております。こちらは築 2,3 年なので新しい壁紙状態ですけど、クロスからのこの化学物質の感じで体調が悪くなったということで、漆喰を全面塗っていこうという感じで、今ロハソールの方で工事をさせていただいております。漆喰や珪藻土を塗るときにこのエアコン気になりますよね。暑いし、あと乾かす必要があるのでエアコン使うんですが、これは今稼働ができるような状態で養生しております。でここからもう一手間入るんですけど、とにかくね、ここに飛び散ったりしないようにカバーしていくと。で吸気側ですね、エアコンの上、これここから空気を吸うんですけど、ここはね吸気ができるように開けといてほしいですね。で、漆喰を塗るときはね、この後ろ、この上にビニールを貼って、で、こうかぶせますね。で、この周辺を塗り終わったらそこのカバーを外して、でエアコンをこう稼働させると、そんなやり方ですね。で、皆さんが想像してるカバーっていうのがね、こんな感じだと思うんですね。でこうやっちゃうともう稼働させてもね蓋が開かないですから、エアコン、使えないです。口がね、風が出るように開くように養生してほしいなと思います。これね、濡れてたらテープくっつかないんで、まず水滴穴拭いといて、で、これより緑のテープがいいんで、はい、こちらで使っているのは養生テープ、パイオランテープとも言われています。ホームセンターとかでも売ってます。緑とかピンクとかいろいろあるんですけどね、テープによって粘着力が違います。そしてこちらがビニールのねビラビラがついているのがコロナマスカーと言います。はい、で、吸気口を塞がないように貼ってます。でテープ自体の粘着力もあるんですけど、プラスチック製品なので直接貼っても問題ないです。吸気口に漆喰入ると後の掃除が大変。このコロナマスカーなんですけど、ナフサのね影響で購入制限がある店舗が増えてきているようです。通常木部とかにマスキングするときはね、養生するときは捨て張りといってマスキングテープを貼るんですけど、こちらはプラスチック製品なので表面をねめくったりすることがないので直に貼っております。これでいいです。でエアコン使うときは、シーラー塗るときとか敷くのときだけこれを上だけかぶせて、でやらないときはこう奥にやってたらエアコンきついんで。これはそのままですか？これ、これはもう、ここからパラパラ出るんで、この辺でちょっと仮止めしておきます。で多分これがセンサーだから、これかぶったったら反応しなくなるんで、センサーだけ残しておいて。どこに何置いてるか覚えてないです。たまになくなったって二重三重に買ってからもったいない。この動画が参考になったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ここまで動画を見ていただいたあなたに特別なご案内があります。ロハソールの動画、説明欄を見てください。説明欄にですね、特別な LINE 講座を開設しております。こちら登録していただくとですね、友達追加ということで、漆喰や珪藻土を詳しく知りたいな、そして、職人さんにねお願いされる方や、漆喰ってどうなんだろう、珪藻土ってどうなんだろうという方向けに特別な LINE 講座を開設しておりますので、この動画を見られて漆喰や珪藻土に興味を持たれた方はぜひこちらご登録ください。直接相談したいという方は一番右側ですね、タップしていただけるとお問い合わせ専用の LINE から
ご相談いただけますので、こちらも合わせてご利用ください。あなたのシックや軽装度ライフが素敵になりますように。この動画はですね、自然素材の漆喰珪藻土の専門店ロハソールがお届けしております。ロハソールはですね、国産の自然素材 100% で漆喰や珪藻土を製造販売しております。ここまで見ていただいたあなたにおすすめの動画があります。こちらもご覧ください。ロハスウォール